どうも、じゃあギターショップトニークの小沢です。今回はギブソン ES335 についてやっていこうと思います。セミアコースティックギターといえば、まずこのモデルを思い浮かべる方多いんじゃないでしょうかと思うんですけども、今回はですね、ギブソン ES335 の歴史だったり特徴だったりっていうところを解説して、最後はですね、こちらのギブソンカスタムショップの 1963ES335 を使ってサウンドチェックもやっていこうと思います。これを見ればですね、ES335 についてより理解できると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで、本編へどうぞ。まずはじめにギブソン ES335 の歴史について語っていこうと思うんですけども、1958年にギブソン社から登場したエレキギターですね。同期はですね、フライング V とかエクスプローラーとか、あとサンバーストのレスポールスタンダードとか、まさにギブソン黄金期といいますか、そのタイミングで登場します。特徴としてはですね、フルアコースティックギターとソリッドギター、中間に位置するモデルとしてセミアコースティックギターと言われているんですけども、こちらの ES335 が世界初のセミアコという風な形で登場しております。名前の ES というのはですね、エレクトリックスパニッシュの略でして、この335っていうのがですね、当時の販売価格説があるんですけども、実際のところ不明みたいですね。知ってる人いたらぜひコメントしてみてください。当時のギブソンはですね、ES175 とかレスポールなどなど製造していたんですけども、そのソリッドボディに、アコースティックのサウンドを加えるという風なことを狙ってこちらの ES335 を開発しますね。登場した初期のモデルはですね、インレイがドットだったりとか、あとはネックシェイプもちょっと太めなものが多かったりとか、あとはですね、ピックガードがですね、チューンマチックのところまで伸びているちょっと大きめのサイズのピックガードを採用していたりとか、あとはですね、カッタウェイのこのホーン部分ですね、通称ミッキーマウスイヤーと言われるちょっと丸みのあるデザインを採用しておりました。センターブロックの構造もですね、現行品のモデルとはちょっと異なっておりまして、ノーウィンドウセンターブロックといって、配線が通る本当に小さな穴だけ開いているような状態で、音もかなりソリッド寄りのモデルが多かったというふうな話です。その後ですね、1961年頃にですね、ピックガードがちょっと短めのサイズになりますね。ちょうどリアピックアップの端っこら辺までのサイズに変更になります。チューンマチックのところまで伸びているピックガードだと、原稿調整がしづらいっていうふうな声が多かったみたいで、そこを取り入れて変更したみたいですね。そしてその後ですね、1962年ですね、ドットインレイから小さいブロックインレイに変更になります。で、その頃ですね、センターブロックもちょっと変化がありまして、ウィンドウセンターブロックという風な、先ほどのノーウィンドウの時は配線穴が通るだけのちっちゃい穴だったんですけども、かなり大きくくり抜かれたことによって、より箱感のあるサウンドに変わっていったというような話ですね。あとは作業効率も上がったみたいです。そしてその後ですね、1963年にはカッタウェイのホーム部分が少し鋭くなりまして、なのでウィンドウセンターブロックとちょっと鋭いカッタウェイのホーム部分と、あとブロックインレイだったりっていうところで、この1963年に完成した335のスタイルが現行品まで受け継がれているというような形ですね。その後もですね、仕様変更を重ねながら生産され続けまして、現在ではカスタムショップと USA と、あとエピフォンのラインでも幅広く生産されておりますね。あと個人的な話なんですけども、2013年にですね、この1963335の50周年記念でギブソンメンフィスから登場したモデルがあったんですけども、そちらがですね、めちゃくちゃ良かったんですよね。ブリッジサドルナイロンのやつがあるんですけど、結構当時話題になっていろんな方買われていた印象があるんですけども、持ってるって方いたらぜひコメントしてみてください。あれもしちょっと出会いあったら欲しいなとか、頭の片隅で考えてます。あともう一つ余談として、バンヘイレンが愛用していたフランケンストラトというイヤハム一発でフレッドローズ乗せてみたいなストラトがあるんですけども、そちらのピックアップはですね、オールドの ES335 から移植したものを乗せていたみたいですね。結構リワインドしてたみたいなんですけども。続いてギブソン ES335 を愛用しているアーティストなんですけども、ザというのがまずラリー・カールトンですね。であとはリー・リトナーとエリック・クラプトンとリッチー・ブラックモアとチャック・ベリーとノエル・ギャラガーと古市幸太郎さんと、あとグレーの拓郎さんとか産方慎一さんなどなどですね、ロック、ジャズ、フュージョン、ブルース、何でもいろんなアーティストさんが使っているというような印象がありますね。ただメタルはさすがにいないと思うんですけども、ゴリゴリのメタルの人で使ってるって人いたらちょっと教えてほしいですね。続いてギブソン ES335 の主な特徴について解説していこうと思います。まずですね、こちらの F ホールが配されたダブルカットウェイのボディデザインですね。そしてフルアコと比較しますとちょっと薄めなボディ圧ですね。そして木材はですね、メイプルポプラ、メイプルのラミネートボディを採用しておりまして、マホガニネック、ローズウッド指板、そして22フレットの仕様とミディアムスケール、ブロックインレイまたはドットインレイですね。そしてセットネックジョイントを採用している点もポイントです。そしてピックアップがですね、ハムバッカーを2機搭載しておりまして、コントロール
ルが2ボリューム2トーン3ウェイのトグルスイッチという風な形です。そしてブリッジがですね、中央マチックとストップテールピースという風な組み合わせです。このセンターブロックがあることによって中央マチックとストップテールピースをマウントできるという風な構造になっております。あとはボディとかネックに施されたバインディングだったりとか、あとヘッドのクラウンインレイとかそういった部分も特徴ですね。年代で細かい仕様は変わっていくんですけども、ギブソン ES335 の定番構成といえばこんな感じだと思いますね。ギブソン以外からも登場しているセミアコが何種類かありまして、それらも紹介していこうと思います。まずリッケンバッカーの330とか、あとはエピフォンのシェラトンとか、あとギルドのスターファイヤー、フェンダーのスターキャスター、あとアイバニーズのアートスターシリーズとか、アートコアシリーズですね。あとはヤマハの SA シリーズなどなど、様々なブランドがセミアコースティックギターをリリースしているんですけども、それぞれ独自の個性を持ちつつも、この ES335 が築いたセミアコースティックギターという構造の土台があって制作されていて、多彩な音楽シーンで活躍しているという風な印象がありますね。今回使用するモデルがこちらです。ギブソンカスタムショップの 1963ES335 ですね。こちらはですね、ギブソンの最高峰に位置する、カスタムショップ製ですね。アメリカでハンドメイドで生産されております。名前の通りですね、1963年の ES335 をモチーフとしておりまして、ラミネートのメイプルボディとマホガニーネックとローズウッド指板というような構成で、ピックアップはバーストバッカーの1と2が搭載されております。価格が中古で55万円ですね。この後サウンドチェックやっていくんですけども、いつも通りクリーンとクランチとドライブで鳴らしてみますので、これがザ・セミアコの音っていうのを聞いていただければと思います。ということで、音聞いてみてください。ということで音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いや、フォローの良さもありつつ、ちゃんとソリッドの良さもありつつ、はい、とてもバランスがいいですよね。いい意味で中間に位置してるような感じがありましたね。フルアコースティックギターっていうのはボディが大型で、かつ空洞も大きくてっていうところで、かなりハウリングとかに悩まされるっていうことが多かったんですけども、その問題を解決して箱なりを持ちつつも、さらに幅広いジャンルで使用が可能になったっていう風なこの ES335 なんですけども、ソリッドギターのいいところとフルアコースティックのいいところ合わせてよりいいものができるみたいな、これを50年代後半の時点でこういったモデルが出てくるってなんかすごいいいですよね。めちゃくちゃロマンあって、はい、面白いと思います。この ES335 なんですけども、本当に様々なジャンルで使ってるアーティストの方が多くて、メインでは使ってなかったとしても必ず一本は持ってるような印象があるんですよね。なのでギタリストの方、結構335好きな方多いんじゃないかなと思いますが、皆様どうですかね。僕は個人的にギター史に残る革新的なモデルなんじゃないかと思っております。いつか買った方がいいですね、ここまで話したら。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。音こうだったとか、このモデルあるよとか、このモデルかっこいいとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。ES335 結構やりたいなっていうのはずっと思ってはいたんですけども、全然物が入ってこずみたいな、いつだかの小話の時に335欲しいっすねみたいなこと言ってたんですけど、そこから何ヶ月経ったか分かんないタイミングでやっとちょっといいやつが入ってきまして、テンション上がりましたね。335っていうとミスター335のラリー・カールトン、めちゃくちゃ有名というかもうレジェンドの方だと思うんですけども、今だとサイヤーのモデルとか監修されていて、サイヤーのその H7 っていうモデルもめちゃくちゃクオリティ高いんですけども、やっぱ335だ
みたいなところはありまして、小沢個人がラリーカールトンを知ったきっかけとして、ちょうど専門1年生の時、かなり入ってすぐぐらいの時に当時組んでたバンドメンバーの同級生がめちゃくちゃギターうまいやつがいて、そいつがもうラリー・カールトンめちゃくちゃ好きですごい教えてくれたと言いますか、それで初めて彼とセッションするタイミングがありまして、そこで炭酸をちょっと聞かせてもらって、それでアドリブ取ってセッションしてみたいなっていうのをやってたんですよね。そこから結構ラリー・カールトンとかもガンガン聞くようになって、正直鬼のようにうまいじゃないですか。追い込んでいくみたいなのがありましたね。ちょいちょい来日されてるみたいなんで、1回ぐらいやっぱ見ておいた方がいいですかね。ぜひちょっと見ときたいなと、思ってますね。なんか見に行ったっていう方もしいましたら、ぜひ感想コメントしてみてください。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼1-4-8丸山ビル1階ですね。北ショフトに行く営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。今、PRS めちゃくちゃありますし、中古品とかハイエンドなモデルとかも増えてきてるんで、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。